皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、プーチン大統領が北朝鮮訪問をしました。24年ぶりの訪問とあって、何かしらの協力関係が築かれるといったことは事前に報道されていたのですが、その内容は事前予測よりももっと北朝鮮にとって都合の良いものでした。今回の動画では、どのような条約が結ばれたのか、そしてそのような条約が結ばれるに至ったロシアの内情についての解説をしていこうと思います。日本の政治、国防を考える上でも、こうした国際情勢の変化については、よくその変化を見ておかなければなりませんから、ぜひともこの動画で海外情勢についての理解を深めていってください。それではどのような条約なのか報道からご紹介します。ロシアと北朝鮮の新条約。第三国から攻撃は相互支援。懸念強まる。24年ぶりに北朝鮮を訪問したロシアのプーチン大統領は、金正恩総書記と首脳会談を行い、第三国から攻撃があった場合には、相互に支援を行うなどとした新たな条約に署名しました。両国は、軍事的な協力関係を一段と高めた形で、日本を含む各国で安全保障上の懸念がさらに強まるものとみられます。プーチン大統領は共同記者発表で、条約には第三国からの攻撃があった場合、相互に支援を行うことが盛り込まれていると明らかにしました。アメリカなど NATO は高精度の長距離兵器や F-16 戦闘機などロシア領を攻撃するための兵器を供与するとし、すでにそれは起きている。北朝鮮との軍事技術協力の発展は排除しないと述べました。ロシアとしては、ウクライナへの軍事侵攻が長期化する中、条約によって砲弾やミサイルなどの供与が指摘される北朝鮮との軍事協力を正当化し、拡大させたい思惑とみられます。これに対し金総書記は、両国は同盟関係という新たな高いレベルに達したと述べ、軍事協力も含めた関係強化を強調しました。北朝鮮としては、後ろ盾であるロシアの役割拡大を誇示し、安全保障協力が進める日米韓3カ国を牽制した狙いがあるとみられます。一方、アメリカ国務省の報道担当者は、両首脳が新たな条約に署名したことなどについて、両国の協力関係が深まることは、朝鮮半島の平和と安定の維持やウクライナ支援に関心を持つ全ての人々にとって大いに懸念すべきことだと述べました。北朝鮮が20日公開した包括的戦略パートナーシップ条約は23条から構成され、軍事の他にも経済や科学技術など幅広い分野の協力が明記されています。まず条約の目的について、覇権主義的な目論見と世界秩序の一極化を強要しようとする企みから国際的正義を守るとしてアメリカなどへの対抗姿勢が反映されていて、国際的な問題への対応をめぐり最高位級の会談などを通じ協力を強化するとしています。第5条でも政治や経済などの制度を自由に選択し発展させる権利を侵害する行動に参加しない義務を有すとしていて、欧米からの制裁などに連携して対応する姿勢も強調されています。一方、経済分野では貿易や投資、観光などでの協力拡大も盛り込まれ、両国の自由経済地帯での経済活動を支援するとしています。また、科学技術では宇宙や AI、人工知能などのほか、平和的原子力に関する協力を進め、共同研究も積極的に奨励するとしました。このほか、国際情報安全分野では、国家の尊厳とイメージを傷つけるため、情報通信技術を悪用することに反対すると明記しました。北朝鮮とロシアの間では2000年に調印し、軍事支援についての条項がない友好前輪協力条約がありますが、新たな条約はこれに変わるものだとしていて、効力については無期限としています。さて、今回の条約に関連して補足情報として、現在のロシアの内部事情についてのお話をしておきましょう。フィンランドの報告なのですが、フィンランド側の直近の基地、そのほとんどにおいて、ロシア軍部隊の戦闘車両や兵士らがおよそ 80% 程度はいなくなったと報告しています。こちらはフィンランド直近の基地の一つを写真で示したものです。左がロシアによるウクライナ侵略が始まる前、2021年9月10日のもので、写真下の方の黄色い枠の中にロシア軍の戦闘車両が並んでいます。それが2024年5月26日、同じ場所を見た場合において、戦闘車両がほとんどいなくなっています。当然これに関しての人員なども戦場に送られたと見るべきで、人も兵器もこの基地からはもはやいなくなったものとみられます。そしてこのような衛星から見た情報の分析などによって、
NATO 領域のその直近の基地からロシア軍はすっかりいなくなっています。これはプーチン大統領がかねがね言っていた NATO の脅威といったものを全く無視した話で、実際彼の本心として NATO を脅威に感じていないからこそ、これほどの戦力をウクライナの戦場へと振り向けているのでしょう。脅威に感じているのであれば、このような基地をほとんどもぬけの殻にするようなことはできないはずです。そしてもう一つ、ロシア内部における防空体制にも変化が報告されています。千島列島に配備されたロシア軍の防空部隊 S300 が次々と姿を消しているというのです。現在ウクライナの戦場においては F16 戦闘機の供与を前にウクライナ軍がロシア軍防空部隊に対する集中的な攻撃を行っています。直近1ヶ月の戦果として防空部隊の S300 および S414 機が破壊されたと報告されており、これを埋め合わせるために稼働できる防空部隊と兵士の揃っているところでは次々と前線もしくは前線に近い場所への配置が進められていると見られています。S300 という兵器それ自体はソ連自体に生産されたものがまだ予備はたくさんあると言われていますが、兵士はどうしてもその時訓練されたものしかいませんから、すぐ使える兵器とセットで移動しようということを行っているのでしょう。NATO 側国境地帯におけるロシア軍部隊の大幅な減少、そして最も戦場から遠い極東地域の部隊の移動など、現在ロシアの内部事情として戦力低下が著しいことを表しています。今回北朝鮮とロシアが条約を結ぶことにより、ロシアによるウクライナ侵略、これもまたこの条約の相互支援に含まれるかどうかは分かりません。というのも、直近の報道としても、ウクライナ軍がロシア本国領に対する長距離ドローンや、もしくは地対艦ミサイルの改造版を地対地ミサイルとして活用し攻撃を行っている報道などもあります。これはロシア側の視点で見ればウクライナによるロシア攻撃というふうな見方もできるわけで、この条約を厳密に当てはめれば第三国からの攻撃があったとも見なすことができるわけです。もしくはこの話というものを適用することによって北朝鮮が兵力をロシアに預けるといったことも発生するかもしれません。この場合、北朝鮮の戦力としては、人を出すといったことが主体になるでしょう。何しろ陸上戦力としては、あまりにも古すぎる装備品と自国の政権を守るために築き上げた長距離ミサイル部隊というかなり歪な構成になっていますから、ロシアに出せる兵力としては歩兵しかないといったような状況となるでしょう。まあこの場合であれば、現在のロシア軍の構成がとにかく陸上戦においては人海戦術に頼っているものですから、北朝鮮が人を出すというのであれば、ロシアは自分たちの攻撃に組み込むだけで、より戦場が悲惨な状況になるのは目に見えています。ただ、いくら兵士が亡くなったところでそれを気にしないというのは、北朝鮮もロシアも同じようなものですから、トップ同士の話し合いでいくら兵士を出したか出さないかみたいなところでまとまれば、北朝鮮の兵士がウクライナの戦場に現れたとしても驚くことではないかもしれません。ただ、北朝鮮によるロシアへの軍需物資の貿易といったものがより大々的に進められるであろうことは、ロシア軍を下支えする要因ともなりますから、決して侮ってはいけません。北朝鮮の作る兵器はローテク製品が多いわけですが、ローテク製品だからといって人が死なないわけではありません。第一次世界大戦でも砲撃戦で多くの人が亡くなったことからもわかるように、現代の戦場においても数多くの砲弾による雨といったものは多くの兵士たちの命を奪うものです。そして今回日本にとって厄介なのは、このような貿易が盛んになればなるほど北朝鮮の金正恩体制が強化されてしまうことです。特に軍事技術の供与が進むであろうといった話は日本にとっても頭の痛い問題で、北朝鮮の進める核開発とミサイルの開発、この両輪が回ることによってより防御がしづらくなるのです。この攻撃する側の方が圧倒的に有利ですよという状況そのものはウクライナの戦場においても明らかなわけで、日本のような専守防衛の国はより困難さが増してしまうのです。また今回の条約における軍需物資のやり取りの増加といったものは当然のように国連をないがしろにするものです。制裁品のリストの中に入っている弾道ミサイルなどについても
ロシアは北朝鮮に発注し、製造、受け取り、そしてウクライナの戦場でも使うだろうと言われていますし、すでにいくつかはもう使ったと言われています。ただ、試作品かどうかは分かりませんが、その半分程度は狙ったところとは明らかに違うであろうような荒野に落ちたといったものがほとんどで、大きな戦果は上げていません。ただこれもまた戦場における使用報告を受け取る形で北朝鮮の兵器開発が進んでしまうこともあるわけで、北朝鮮にとってウクライナの戦場は自らの兵器開発の助けとなってしまいます。そしてこのような国連制裁を破る行為を国連の常任理事国が率先して行い、これを止めることが今の国連にはできないという様子は、私たち日本がしっかりと見ておかなければならないことです。中国やロシア、北朝鮮といった国々に対する危険性を訴えると、必ずのように戦争をしたいのかといった具合にして逆の意見をもらうことがあります。自分の国を守るためには憲法、法律、そして自衛隊や諜報部隊、様々なものを何も起こっていない時から準備しておかなければなりません。しかし、そのような準備をすることそれ自体があたかも日本がどこかの国に侵略するための準備であるかのように批判する声は絶えないのです。そしてそのような批判をする人たちは、現在のロシアによるウクライナ侵略に伴って反戦を訴える中において、最終的には抵抗するウクライナを批判する方へとだんだんと舵を取りつつあります。抵抗するから戦争が長引くんだ。戦争状態をなくすためには抵抗している方こそ諦めるべきだといったような非常に屈折した反戦主義者がいます。その結果として多くのウクライナ国民が弾圧される未来が待っているといったことを全く無視した平和主義というのは、私は軽蔑すべき平和主義者ではないかと思います。現実的に国連常任理事国が他の国を侵略し、そしてそれをどの国も止められないような今の状況といったものは、自分の力で自分の国を守るための備えをすることがいかに重要であるかを示しています。と同時に、今回取り上げたようにロシア内部における戦力をかき集めて戦場へ送り込むといったことも情報として上がってきているわけですから、決して永遠に侵略国が戦い続けられるわけではありません。侵略されている側がその抵抗の意思がある、そのうちは最低限でも国際秩序を守るためにも支援を行い続けるといったことには、私は日本も力を貸すべきだと思います。ましてやロシアは日本の北方領土を不法に占領している状態ですから、今の憲法体制下ではなかったとしたら全く違うシナリオといったものはあり得ることを日本国民は知らなければなりません。今千島列島から防空部隊がどんどんといなくなり、極東地域全体で見ても戦力が低下しつつあるといった状況は、時代が違えば日本の戦力が北方地域へと集中してもおかしくないような話なのです。というわけで今回はロシアと北朝鮮との間に結ばれた新しい条約についての解説をしました。相互に守り合うといった話なわけですが、しかし北朝鮮にしてみればしてやったりといったような外交勝利でしょう。そしてロシアはそのような北朝鮮に破格の条件を与える理由となっているのが、ウクライナの戦場で全戦力を注ぎ込まなければならない内情だからです。国際秩序を国連常任理事国が踏みにじっている現状から、今世紀がある程度戦争の世紀になっているのだということを私たちは知るべきでしょう。そしてだからこそ日本も例外ではなく、何も起こっていない時に備えを始めなければならないということも非常に重要です。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していって、国際情勢についての情報更新をしていってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、あなたの感想コメント、また情報の更新に役立ったなと思われる方はスーパーチャットなどもご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。